皆さんこんにちは。制作過程を3つの動画に分け完成までを収録しているプラモの時間へようこそ。今回はボディ塗装からインテリア完成までを収録しましたので、よろしければご覧ください。まずはボディ塗装から行ってまいります。セリカリフトバッグに当時用意されていたカラーは、後期モデルはカタログによるとよく雑誌などで見かけるホワイトインパルスやソウルオリーブなど9色がラインナップ。この中から今回はクラシカルマルーンをチョイス。調色方法はクレオスのレッドブラウンが7割、ウィノーブラックが2割、マルーンが1割の割合で調色。その調色したものをガイアノーツの薄め液で 1.5 倍に薄め、エアブラシで吹き付けを行いました。ボディ塗装の工程としては3工程で、1工程目は各ラインや角を中心に、2工程目はルーフやボンネットなどを中心とした広い面積の部分、3工程目はムラに気をつけながら全体を塗装していきます。次にリアゲートのパカパカ加工、名付けてパカパカです。ボディ塗装前後の作業をまとめてみました。せっかくのリフトバックボディですから開けてみましょうということで作業開始です。調光ブレードとエッチングソーを使い、リアゲートを切り離していきます。切り離した部分はボディともにヤスリで鳴らし滑らかにしておきました。リアゲートを開けるとテールの裏パーツが目立ってしまうので、こちらはリューターで削り落としていきます。続いてボディ側リアゲート部分にゲートの受けを設置していきます。エバーグリーンの 1mm のプラ材を貼り付け完了です。次にダンパーを製作していきます。こちらは内径 0.4mm のアルミパイプと 0.3mm のバネ線を使用。アルミパイプをナイフで転がしカットしたら、バネ線を主点は短いもの、終点は長いもので2つずつカット。カットしたバネ線をパイプに入れ込み、先端を L 字に曲げておきます。次にダンパーを取り付ける 3D で出力したパーツをボディと切り離したゲートに接着。ゲート上部の先端にはゲートとボディを固定でき、なおかつ開け閉め動作ができる 3D 出力したパーツを接着。最後にダンパーを取り付け完成です。ダンパーはダミーとなりますが、角度がついていてストッパーにもなってくれました。一石二鳥ということで結果オーライです。次にエアブラシを使用した塗り分けを行っていきます。塗装の順番としては、下回りパーツの塗装やメタリックパーツの下地として、まずは一番量が多いブラック系、そして次にシルバーなどのメタリック系、続いてその他のカラーとなります。マフラーエキゾーストパイプはクレオスのスーパーチタン、ホイールは青島製のものでメッキをハイターで落とし、クレオスのスーパークロームシルバーを塗装。インテリアパーツはエゴブラックをベースにシートのレザー部に塗装したいので、マスキングをした上でツヤありのブラックを塗装しておきます。使用した塗り分けです。まずはガンメタを、ダッシュボードはメーターパネル部分とセンターコンソールのパネル部分に塗装していきます。次にフラットアルミですが、こちらはメッションケースとマフラー太鼓部分に塗装しておきました。続いてクロームシルバーですが、内張りのドアノブやパワーウィンドウスイッチ部分に塗装。ついでにカーテシランプの下地としても塗装しておきます。内張りの木目部分は下地にエナメルシルバー、その上から模様付けとしてマホガニーをドライブラシでかすれるように塗装。トップコートにアクリルのクリアオレンジを塗装し、木目表現としました。ホイールのハヤシストリートはブラックを入れメリハリをつけて、センターキャップはクリアグリーンを入れておきました。カーテシランプはクリアレッドを塗装。エアコンの温度表示は下地にシルバーでレッド、ブルーの順で塗装。各パネルのメッキモール部分は
ローアーティストマーカーのシルバーで縁の部分を狙い塗装です。ハンドルのセンター部分はブラックとのコントラストをつけるためラバーブラックで塗装。最後にツヤありブラックで下回りのアームパーツなどを塗り分け、他のフラットブラックで塗り分けたパーツとのコントラストをつけ、素材の違いを表現していきます。続いてデカールの貼り付けです。ヒット付属のメーターパーツですが、こちらはメーターの針などがモールドされていますが、塗装での表現に自信がないので自作したデカールを貼り付けていきます。メーターパーツのモールドをあらかじめペーパーヤスリで削除しておき、そこにカットしたデカールを貼り付け、ダッシュボード裏面から接着。センターコンソールの時計とハンドルのセンターオーナメントもデカールを作り貼り付けました。デカールを貼り付けたらレジンでクリアケースの再現とデカールの保護をし、ブラックライトを照射。レジンが固まったら完了です。次に遮光やオフセット調整を経て下回りの組み立てを行います。遮光はフロントリアともに 2mm 下げてスライチになるように調整していきます。まずはリアからラケッジスペースを新設するので、車軸固定パーツの余分な部分はカットです。車軸固定パーツとシャシーの間に 2mm のプラ角材を仕込み、遮光を調整しました。オフセットはジャンクパーツからスペーサーを取り付け調整です。続いてフロントですが、このキットはスプリングが付属していてサスペンション機構が動作する仕様。せっかくですのでフロントだけでもこの機構は残したいという考えのもと、ストラットパーツのアーム側に 2mm のスペーサーを取り付け遮光を調整しました。オフセットは付属のピンでは長さが足りず 3D 出力した 13mm のピンを使い、スペーサーで型付きを押さえた上でホイールを組み付けです。好みの問題ですが、遮光調整をするのとしないのでは全然見え方が違うので、キットそれぞれによりますが、足回りの調整は納得いくまでやっておきたいところ。できる限り簡素に調整できるようにイメージしながら製作を心がけています。最後にインテリアの組み立てです。まずはリアのラケッジスペースの新設から。適当な紙でテンプレートを作り、それに沿ってプラ板をカット。カットしたプラ板にダイソーのフェルト生地を貼り付け、接着で固定できたら余剰部分をカットして仕上げました。リアシートの裏面もついでに生地を貼り付けておきます。次に内張りですが、こちらは塗装が済んだパーツに対し木目部分を囲うようにメッキモールを仕込みたいので 0.3mm のバネ線をカットしたものを接着していきます。センターコンソールには時計が仕込んであるパネルとシフトノブにサイドブレーキを接着。ダッシュボードでは 3D で出力したルーバーを3箇所に接着。あらかじめピンバイスで穴を開けておき、運転席側は 3mm、助手席側は 2mm のものを取り付けました。ハンドルを取り付け、キーシリンダー部分には配給パーツのマイナスモールド 1mm を取り付けてダッシュボードが完成です。次にシートの仕上げですが、3D 出力したベルトバックルと金具にフィニッシャーズのシートベルトセットよりベルトシールをカットしたものを取り付け、シートベルトを作った上でシートに取り付けていきます。カーペットはラケッジスペース同様、ダイソーのフェルト生地ブラックをカットしたものを接着。センターコンソール、リアシート、フロントシートにダッシュボードと順に取り付け、最後に仕上げておいたラケッジスペースパーツを取り付け、インテリアが完成です。ラケッジ部分はそのままですと低いので 5mm のプラ材でかさ上げをしてあります。今回は以上です。次回は完成までをお届けする予定です。ご視聴いただきありがとうございました。